テキラダドジョンです。というわけでね、今回もね、やっていきたいんですけども、前回ね、紹介した編成がですね、エリートダンベルを使ってウォーデンと一緒に突っ込んでいこうよみたいな戦術だったんですけど、ちょっとだけね、改造した結果ね、そっちの方が強いなーって感じたので、またね、その編成のアップデートをね、紹介したいと思います。というのが、クエイクとファイヤーボールを追加いたしました。ウォーデンのね、ファイヤーボールと一緒に、結局ね、ガゴプリとウォーデンがね、一緒に突っ込んでくることになるんですけど、結構中心部に入ることができたりすると。そのついでにインビジブルとかもあるんで、ファイヤーボールの誘導もできれば、たくさん破壊できるよね、みたいなコンセプトでやってみましたと。試しにやったところね、非常に強かったです。前回のやつよりも破壊力っていうのがすごい増したかなっていうところで、デメリットもね、当然、フォームが使えなくなるっていうデメリットがあるんですけど、それでも全然強かったかなと。で、今日ね、ちょっとレジェンドリーグ初日っていうところもあるので、レジェンドの方がね、あまりいい配置だったり、タウンホール17を攻めることができなかったので、ちょっと不本意ではあるんですけど、フレチャレの練習で試したものと、対戦とレジェンド一部っていうところでね、各ちょっとずつつまんで、前回リプレイね、紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、こんな感じで、練習を始めたところがここなんですけど、全部違う配置をレジェンドリーグ感覚でポン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 変えながら攻めてったっていうような形で、フレチャレ最初ね、やっぱ仕様が変わってることに気づかず 0%、編成変わってないじゃんってブチ切れながら編成を変えたところからスタートです。じゃあ適当に見ていきますかと。レジェンドリーグでよく出るタイプの配置ですね。シューターポンと置いてから、反対サイド、ガゴプリスタート。デスラが出てくる。対空砲はね、やっぱ外周部がポンポン削れるの強いですね。デスラ出てくる。強い。いい削りっすね。このアタックは確かね、ファイヤーボールが結構綺麗に刺さったタイプの感じでしたね。ファイボドッカンで、奥9時が12時か。12時が綺麗に削ることができつつ、戻ったところモノリス追って、ここで回収という形で、かなり綺麗に削りましたよね。これ超強くないですか、ファイヤーボール。ファイヤーボールが強いのはみんな知ってるんだけど、ファイボもね、合わせて突っ込んでいく形、超強いなって思いましたと。で、残ったところを回収入れつつ、シューターも削りがね、見れてるところなので、一旦ステイで迷ってますね。はい。テスラに引っかかります。テスラがオーブンを置いたところに生えてきてというところ、対空砲も折れるような、クイーンのね、ジャイアントアローを飛ばしつつ、ドラゴンパートスタート。強いね。トームがないのはね、結構ね、デメリットになることもありましたと。ここバーバリアン出した結果、援軍連れて、ちょっと、ファイヤースピリットで、ロケバルとかもダメージ見てもらってるような感じですね。強いね。で、中心レイジ。トームがあればベストなんだけど、なくても突破ができるっていうところがドラゴンの強いところ。このまま、まだロイヤルチャンピオンね、使わってないんですけど、そのまま、前回まで持っていくことができましたと。で、この編成のいいところっていうか、あれなんですけど、ガゴプリとウォーデンにインビジブルを全て使い切ることが、あんまりないって感じで、一発二発ぐらい余るんですよ。そしたらね、ロイヤルチャンピオンにもインビジブル使うことができて、ロイヤルチャンピオンウォークもね、終点でもう一回、最後の締めに使うことができるみたいな、それも強いんですよね。これフレチャレで結構試していった結果、結構強かったです。もう一本ぐらい見ますか。これは、6時にシューター置いて、プランニング的にはこのインビジブルゾーンにファイヤーボールぶち込めれば強そうだなって思いながらやってると思いますと。まずは、12時からスタート始まりました。ガゴプリ勝利。ヒーローってね、相手から攻撃してもらわないと意外となんか、ターゲット取れなかったりするんで結構だるいですね。うわもうなんか、もう嫌な展開なんだけど。さあ、中心持ってって、これがね、メタルパンツの強いところなんですけど、弱いところも出ましたか中心ぶっ壊すことはできたんですけど、援軍も破壊できてるんでいいんだけど、今死んだよね、ガゴプリどう見ても。迷ってますね、この後。なんならこれやり直すか迷ってると思います。これどうせフレチャレだし、一回止めてやり直すかってところをね、考えてるところもあるんじゃないかな。やるかってところで、9時からスタート。練習中のフレチャレあるあるだよね。これ、やる意味あるみたいな。戻すみたいな。
あれ死んでないじゃん、ガゴプリ。回収できてたんだ、今の。間に合ってましたね。間に合ってるけど、これタゲ死ぬでしょ、これ。間に合ってたみたいでした。けど、間に合ってただけでした。はい。まあ、余ったインビジブルあるので、ここはクイーンに延命入れていきたいですね。ベビドラとかもたくさん持ってきているので、再度使って、はい。で、中心部はね、インビジブルタワーがあるところなので、インブタワー発動させつつ、クイーンの方にインビジブル使うことで、まあちょっと、破壊見てくれたんだけど、ボムによって破壊されました、クイーンの方が。で、あとは、先ほど言ったように、ロイヤルチャンピオンにもインビジブルがまだ使えるというところで、中心部、フォックスと合わせて削ってもらいましょう。でですね。で、まあまたオーブンを置きつつ、影ブラシのバーバリアンとかもいて、ロイちゃんね、ロケットスピアだったんですけど、これホグに変えました。ホグの方が強かったわ。ハードモードだと。あ、違う、ノーマルモードだと。ハードとかだとね、ホグ人形よりも強いところ出ると思うんですけど、ノーマルだとロケットスピアよりホグのが強いことが多いかな。ゴリ押しで突破できちゃうことが多くて、ホグもあんま死なないって考えると、ホグ人形の方が強かったかな。はい、というね、フレチャレの成果を出したという感じなものを見ていきましょうか。対戦ですね。対戦のアタックやっていきたいと思います。シューター、テスラチェック、しっかり見えたところから置いていって、反対サイドが5プリスタート、3時、9時と、対角線上に削っていきます。で、これね、対空砲のターゲットをベビドラで取りつつ、ここ、施設を破壊することで、中心部のユニットたちを中心部というか、ロイちゃんじゃないんだよ。ガゴプリウォーデンの方を延命しつつ誘導していくと。ファイヤーボールも打ち込んで、援軍若干見えたところなんですけど、クランジュも回収、ホーミングも回収というところで、まあ、インビジブルそんなに多く打たないで回収していったような形ですね。このね、ファイボが結構難しくて、このガゴプリと一緒にやっていくと、インビジブルで隠しちゃうと、向かう先がなくなっちゃうんだよね。当たり前だけど、防衛施設にタゲを取るようにガーゴイルプリンスとボーデンは動くんで、アングリジリつけてるからね。向かう先を消しながらファイヤーボール打つってなると結構ね、難しいんですよ。なかなかね、だから練習してからね、やった方がいいかなって感じですね。なかなか難しいです、これが思ってるより。まあ、慣れれば強いと思うんだけど、5自体がほとんど使ってこなかったので、今までレベルマックスじゃなかったっていうのもあるんですけど、最近マックスになりまして、さあ、ここで、まあ、ドラゴン部隊進めていきつつ、レイジがあるので、レイジ。まあ、基本ね、ドラゴンのこと考えると、レイジは持ってった方がいいかなっていう感じです。一発あれば十分なんで、はい。まあ、ワンチャン、ロイちゃんとかヒーローに使っていくこともいいんじゃないかなと思いながら、進んでいって、インビジブルも3発余裕がありますね。で、ちょっとクイーン対決になっちゃったんだけど、ギリギリ耐えてもらって、ロイヤルチャンピオンの方も裏から来て、はい、インビジブル、なんかいらなかったっぽいけど、打っていって、インビジブル結局余っての全開です。はい。こういうのもね、5シンプル刺さってるっすよね。で、レジェンドリーグが、まあ、こういうことになってしまうんですよね。初日ということで、まあ、ちょっと申し訳ないですが、なかったので、これで終わりにしましょう。ないよりマシということでね。ちょっと序盤の削りだけでも見てってください。一旦、シューターで削りますと。で、ウォーデンとガーゴイルプリンス入れていきます。で、コメントにもね、来てたんですけど、これにロイヤルチャンピオンまでつけてったら強いんじゃないかみたいな来てたんですけど、フレチャレでやった結果ね、ちょっと話にならないぐらいばらついて、ちょっと、もう無理っすね、あれは。レジェンドでは絶対使えないかなって思いました。ロイちゃんとガゴプリがね、同じ防衛説をたけるヒーローなんだけど、ターゲット分散、全然違うところに2人で行っちゃうんだよね。なので、まあ無理でしたね。無理です、あれは。うまく、なんか、運よくね、うまく同じ防衛説をたけって動いたかと思えば、なんか途中でやっぱ分かれちゃったり、ヒーローとか陸のユニットと空のユニットで違うところが出たりするんで、まあ、結構しんどかったんで、ちょっと実用性は低めかなって思ったけど、
破壊力はまあ強いんで、まあ刺さるシーンがあればいいねって感じかな。配置によってって感じで。うん。ここは対空砲2本折りというところでね、ジャイアントワローとこのファイヤーボールとダンベルっていうね、まあ飛び道具3つで相当破壊できたシーンかなと。もうこのファイヤーボールもね、中心部行ってから撃てるっていうのがマジで強いよね。まあ強かったですよ。強かったんですけど、まあ遠目がないので結構終盤ドラゴンが伸びづらかったりっていうところも場合によっては起きる、トラップとかによってね。まあ、今回はね、ちょっと防衛施設の数がね、龍炎砲とか置いてないよね、この配置っていうところなので、まあロイヤルチャンピオンは使ってないんでこっちも、その分多めに見てくださいというところですが、初手の削りがやっぱ強かったんじゃない？どうでしょうって感じです。はい、というわけでね、本日はね、ドラゴン編成の方にファイヤーボールを追加してみましたという動画でございます。感覚で言うんですけど、前回のね、ファイヤーボールなし型よりもこっちの方が圧倒的に強いし楽だったなって感じました。まあ、今日のアタック中何度も言ったんだけど、ファイヤーボールをね、内側で打ち込むことができるっていうズルがね、強いっす、本当に。本来ね、飛んでこないんですよ。外からね、ウォーデンはファイヤーボールを飛ばしてくるものなので、内側でファイヤーボール飛ばすなんてことがね、起こり得ないので、配置もそういった対策をしてないんですよね。だから結構固まった位置とかにファイヤーボールをいきなり飛ばすことができたりとか、まあ、その辺はね、結構配置の裏というか弱点というか、まあ想定してない攻め方ができるっていう面ではいいのかなって思いました。デメリット上げるとするとね、やっぱね、フォームがないんで、結構ドラゴンの軍団が、てか初手の削りが渋いと相当やっぱきつくなるなっていうのが感じましたね。ヒーローペットはスンニジの方がいいかもしれないんですけど、僕は今レベル上げてる最中なので、オールを使ってます。まあほとんどの人がそうだと思うので、まあこの組み合わせがいいかなって思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、ぜひね、別のアイディアだったり、何かあればコメントください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。